この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。マッハさん、14歳、女性からの質問です。こんにちは、斉藤直樹先生の動画をいつも楽しく拝見させてもらっています。私は中学生でまだまだイラストを描くのが苦手です。物心ついた時から絵を描くのが好きで、シャーペンで紙に直接描くのが楽だし好きです。ただこれから先、絵を描いていくならデジタルが必要だと思います。それがなかなか難しくて筆が進みません。そこで質問です。筆が進まない理由はいつも線画で力尽きてしまうからです。私は A 型で完璧主義で線が2本になっている、太さがバラバラなどということがどうしても許せないのです。頑張って数時間かけて線画を描き終わっても色塗りをする気力がなくて結局ボツってしまうことが多々あります。同じような理由で塗りつぶし機能を使うのが苦手です。線の端っこが塗れなかったり、その処理で描く気力がなくなってしまいます。わがままということは分かっていますが、こんな時の対処法などがもしあれば教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。とのことです。マッハさん、ご質問ありがとうございます。絵が完成させられない問題。僕も小学生、中学生の時にマッハさんと同じように線は描けるんだけど、その先、色塗りを完成させられないということが結構ありました。懐かしいです。そして僕もマッハさんと同じように自分は完璧主義だから、ちょっとでも気に入らないところがあると、そこばかり気になってしまって先に進めないんだ。だから仕方ないんだって思ってました。多分ね、この動画を見ている皆さんの中にも同じような段階で悩まれている人たくさんいるんじゃないかと思うんです。僕もね、こういうことがあるたびに自分は完璧主義者なんだ。普通の人よりもものすごくこだわりが強いせいで、だから先に進めないんだ。だからこの完成させられないっていう欠点は裏を返せば長所でもあるんだ。なんていう風にね、思っていたんです。もしかしたらね、マッハさんはここまで思っているかどうかはわからないんですが、僕はね、そういう風に思うことで自分を慰めていたんですね。ですがこれ、40歳になった今だからはっきり言えます。それ完全に間違ってますよ。自分はね、どこか特別なんだって思い込んでいる昔の自分を含め、そう思っている皆さんには大変申し訳ないんですが、はっきり言っちゃいます。それ、みんなが通る道です。特別な才能や能力があるから。では、残念ながらありません。それどころか、かなり普通のお悩みなんですね。マッハさんが筆が進まない理由は、マッハさんが完璧主義者だからではありません。これはちょっとね、少しショックな言葉かもしれませんが、覚悟して聞いてくださいね。マッハさんが筆が進まずに完成させられない理由はですね、上達のスタートラインに立てていないからです。はい。ごめんなさい。僕ね、結構きついこと言ってますよね。でもね、ここを乗り越えられないと、絵だけじゃないかもしれません。何の分野においても、自分を向上させていくこと自体望めなくなってしまう危険性があるので、ごまかさずに真正面からお答えしていきます。マッハさんは物事を向上させていくための手前の段階、そのスタートラインにすら立てていないんです。その理由をこの動画を通して詳しくお伝えしていきます。まずはね、もう結論言っちゃいます。上達のスタートラインに立てていない時の対処法が3つあります。自分の上手さではなく、下手さを確かめるために絵を描こう。できなかったら恥ずかしいと思える締め切りを公言しよう。なりたい姿を思い浮かべ、1日1回ニヤニヤしよう。はい。ちょっとね、強めのワードが並んでしまったので、頭の中、ハテナマークでいっぱいだと思うんですが、丁寧に解説していきますね。それでは早速、行ってみましょう。自分の上手さではなく、下手さを確かめるために絵を描こう。上達のスタートラインに立つために必要なこと。一つ目は、自分の上手さではなく、下手さを確かめるために絵を描こう。です。うまく描かなくていいのって驚くかもしれませんが、はい、そうです。というか、マッハさんの場合は、むしろうまく描かないでください。もう下手でも何でもいいので、とりあえず色を塗って、無理やりにでも完成まで進めてしまうことが非常に大事です。これは僕の高校1年生の時、16歳の時の絵なんですが、この頃ですね、僕はマッハさんと同じように、色を塗るのが非常に苦手で、ここから先に進めることがなかなかできなかったんですね。進められない理由は、その当時の僕も、自分は完璧主義者だから、ちょっとでも気に入らないところがあると、その先に進めるのが嫌になってしまう。なんてね、ちょっと自分が特別な人間であるかのように思い込んでいました。でもね、今になってみるとはっきりとわかります。僕の問題は何だったのか。一言で言うと、自分の下手さを認めたくなかったから、だったと思うんです。これはですね、実はその当時、さっきの絵に途中まで色をつけていたのが残っていて、こんな感じなんですが、色を乗せてみると、それまで見えなかった形の崩れだったり、あとは単純に色センスのなさが突きつけられるんです。
ですよね。なのでこの時点でこのまま先に進めてしまったら嫌でも自分は絵が下手だっていうことが形になって証明されてしまうっていう不安がふつふつと湧いてきて、その先に進めるのが非常に怖くなってしまっていたんですよ。なのでこのイラストもですね、この状態のままこの先に進めずに放置していました。今のマッハさんもこの時の僕と同じような気持ちではないでしょうか。コメントの冒頭でね、自分はまだまだイラストが苦手ですと一応言葉では自分のできなさをね認めているようですが、その一方で本心ではね、自分の下手さをいまいち受け入れることができないっていうことは多々あると思うんですよね。僕がそうでしたからね。その矛盾の中にいるせいでマッハさんはその先にまで踏み出せなくなってしまっているのではないでしょうか。その状態を払拭するためにはもう一層割り切ってしまうことです。初めからですね、一旦うまく書くこと自体を諦めてしまいましょう。だってうまく書こうとするから途中でうまく書けなくなってしまってそこで歩みを止めてしまうわけですよね。で、途中で歩みを止めるから解決すべき問題が発見できなくなってしまう。で、問題が発見できないから成長できないっていう悪循環に繋がってしまっている可能性が非常に高いです。ですからですね、その前提をいっそ覆してしまえばいいんです。じゃあどう切り替えればいいのか。今ですね、マッハさんは自分がいかにうまく描けるのかというチャレンジ精神で絵を描いていると思います。これ当然なんですけどね。でもね、あえてそれを一旦やめてみてください。次に描くときにはですね、今までとは逆に自分の下手な部分をいかにたくさん見つけられるのかというチャレンジに切り替えて描いてみてほしいんです。そうすれば最初から下手な部分を見つけることが目的なわけですから、うまくいかない部分が途中で出てきても、それは描くモチベーションを下げる原因にはつながりませんよね。というかむしろ逆に下手な部分を見つけられたら、それはもう喜ぶべきです。よっしゃー、下手な部分また見つけた、これでもっと成長できるってね、ちょっと変態じみてますけど、それがだんだん喜びになってくるはずなんです。だってね、下手な部分を見つけたらそれを改善していけばいいわけですから、下手な部分を見つけた数だけその分成長できるわけなんですから。 Facebook の創始者マーク・ザッカーバーグさんもこう言っています。完璧を目指すよりまずは終わらせろ。絵に限らず全てのクリエイティブにおいて良くしていく過程は同じです。まずは完成させて、そして問題を発見して、そしてその問題を一個一個改善していくこと。つまりね、絵が上手くなるためには最初にしなきゃいけないことは、よーし絶対に上手く描くぞと決意を固くすることではありません。自分の下手な部分を一個でも多く発見することなんです。僕もね、さっきの絵を皮切りに無理やりにでも色を塗り始めて完成させるところまでやり続けたおかげで、ほらちょっとずつですが絵の完成度を高めることができるようになっていきました。これもね、同じく16歳の時に描いたイラストなんですが、さっきよりもちょっとだけ成長していませんか？このことに14歳で気づけたマッハさんはとてもラッキーだと思います。明日からね、うまく描くだけではなく自分の下手さを発見することに意識を向けてみてください。きっともっともっと自分の可能性を伸ばすことができるはずですよ。できなかったら恥ずかしいと思える締め切りを公言しよう。上達のスタートラインに立つために必要なこと2つ目は、これは結構踏み出すのに勇気がいることです。できなかったら恥ずかしいと思える締め切りを公言しようっていうことです。例えばね、絵のコンクールやコンテストに出すこととか、同人誌を作るとか、友達に絵を描いてあげるとかでもいいです。とにかくただ描くだけではなく、その絵を通して何か結果の出るチャレンジをしてみる。そしてできればそれを自分だけでは完結せずに誰かに公言してみる。それが成長のためには非常に大事だと思うんですね。僕はね、終わったことに対してあまりくよくよするようなタイプではないんですが、自分の人生において一個だけ後悔していることがあるとすれば、これかもしれないなっていうふうに思うんです。僕はね、絵を描くにあたって、はっきりと成功とか失敗と位置づけられるような、そういう勝負をね、ずーっと避けていました。なので、イラストコンテストなどで受賞経験がほぼありません。理由は単純で、応募したことがないからです。今思うとね、そのことが自分の成長を遅らせてきた大きな原因になっているなっていうふうに思うんですね。というのも、素早く成長するためには、この日までに絶対に仕上げなきゃいけないという状況を作ってしまうことが一番手っ取り早いからです。僕はこのことを身をもって体験しました。僕は30歳の時に、モンスターのイラストを中心に描くモンスター絵師から、キャラクターのイラストを描くキャラクター絵師に転身しました。そして3ヶ月という短い期間で、キャラクターを描く技術を向上させて、実際に仕事につなげたという経歴があります。3ヶ月でどうやってそんなことできたのって聞かれることがあるんですが、その時取った行動がまさに
に締め切りを作ること。そしてそれを周りにも公言するというやり方です。具体的に何をやったかっていうと、練習とか努力をする前にですね、もうね、キャラクターの仕事を取ってきちゃいました。その当時、僕にモンスターの絵を発注してくれていたゲーム会社がありました。ある日ですね、その会社に見学に来ませんかっていうお誘いがあったんです。会社にお邪魔して制作現場を案内していただいていたんですが、その中でとあるソーシャルゲームの開発チームのパソコン画面の前を通りかかった時のことです。僕はね、その画面にめちゃくちゃ引きつけられました。とても魅力的なキャラクターイラストがデカデカと画面にね、表示されていて、まさにそのイラストが今描かれているところだったんですね。うわー、こんなキャラクターイラストが描けるようになりたいな。でね、その画面を見てもう一発でね、イラストが好きになってしまいました。一通りフロアを見終わって会議室に戻った時、案内を担当してくれていた方に僕は聞かれました。どこか気になるプロジェクトはありましたか？もし開発に関わっていただけるなら、ぜひチームメンバーとして迎え入れたいんですけど。そしてね、僕はこう即答しました。さっき見たあのキャラクターのプロジェクトにアサインできますか？それを聞いてね、担当者は一瞬戸惑ったみたいでした。だって僕がその会社からお願いされていた仕事は、モンスターを描く仕事でしたから、ちょっと間があってですね、担当者から恐る恐る聞かれました。斉藤さん、キャラも描けるんですよね？それに対してね、僕は自信満々に答えました。はい、描けます。いや、別に嘘じゃないですよ。そのくらい自信はありましたから。書こうと思えば何でも書けるはず。ってね、僕は今でも本気でそう思っています。なので、答えは書ける。で、間違いありません。そうですか。じゃあ、1週間後ぐらいから早速お願いできますか？という確認に対して僕はこう答えました。いえ、申し訳ないんですが、一旦仕事を整理しますので、3ヶ月だけ待ってください。ちょうど3ヶ月後からチームに合流できます。これ、何をやったかわかりますか？そうです。できなかったら恥ずかしいと思える締め切りを公言したんです。というかもう恥ずかしいどころじゃないですよね。もう仕事の約束までしてできますって公言しちゃってますから、やっぱりできませんでしたなんて言ったら信用を失ってしまって、当然その後の仕事にもね、関わってきます。今までやったことのない分野に挑むのに、さすがにね、1週間は無理だなっていう風に判断して、ギリギリそれが可能そうな3ヶ月という期間を設定しました。でも何も問題ありません。だって今はまだあのキャラクターを生み出すスキルはないですけど、3ヶ月後に描けるようになっていれば何も問題ないんです。次の日から僕はもう必死で絵に取り組みました。問題の洗い出し、そしてその解決に明け暮れました。毎日13時間以上、朝起きて夜寝るまでずーっと3ヶ月後にあのキャラクターを自分が生み出せるようになる方法だけを考えながらひたすら試行錯誤し続けました。その結果ですね、僕は今まで締め切りを設けてこなかったことを後悔するぐらいめちゃくちゃなスピードで成長していきました。もちろんね、なかなかうまく書けない悔しさは確かにあったんですけど、でもそれ以上に問題を発見してそれを改善、問題を発見してそれを改善、何回も何回も繰り返すごとに目に見えて自分が成長していくのがわかるんですよ。もう楽しいのなんのって。結果ね、3ヶ月でなんとかギリギリそのキャラクターイラストのあのテイストをその時の自分なりに再現することができるようになっていました。もちろんね、改善点はまだまだあったんですが、それでもどうにかチームに受け入れられるぐらいには成長できたように思います。もちろんね、僕がやった方法は極端な方法なので、全員におすすめできるようなやり方ではないかもしれません。でも、例えば今は、たくさんのコンテストもありますよね。毎年行われるピクシブの方向性イラストコンテストをはじめとして、色彩検定のキャラデザコンテストや、音町ゆなのイラストコンテスト、最近ではゲームのプロモーションでも賞金を出してイラストコンテストをするプロジェクトも増えてきています。最近僕が顧問として関わっているビビオンというイラストレーター応援プラットフォームでも毎月コンテストが開催されています。これについてはね、僕が開催しているコンテストもありますので、ぜひね、応募してみてください。そういったね、コンテストにチャレンジしてみる。そしてできればそれを公言してみる。それによって今よりも具体的に目標を達成するにはどうすればいいのか、本気で向き合える環境が整いますから、絵の成長をさらに加速することができると思います。やり方はきついですが、かなり効果的な方法だと思います。ぜひチャレンジしてみてくださいね。なりたい姿を思い浮かべ、毎日1回ニヤニヤしよう。さて、ここまでめちゃくちゃストイックな考え方、ストイックな方法をお伝えしてきました。もしかしたらね、マッハさんは僕の話を聞いて、ちょっとね、疲れてしまったかもしれません。
私にそんな過酷なことができるだろうか。ちょっと自信ないな。そう感じてしまったかもしれません。そしてもしかしたらこう想像したかもしれません。こんなすごい努力ができる人って、なんか特別な使命感だったり、背負うものがある人なんだろうな。私にはそんな立派な目標ないから、そんなに頑張れないかもしれないな。でもね、はっきり言っていいですか？そんな立派な使命感、僕には全然ありません。いや、ないですよ、そんなの。はい。ですね、僕がなんで絵を描いているのか。これはですね、包み隠さず言っちゃうと、もう一言で言うと、ちやほやされたいからです。斉藤さんすごい！斉藤さん素敵！直樹すげえじゃん。とかってね、言われたいだけ。ただそれだけなんです。はい。それだけですよ。なんかちやほやされたいっていうのが高じて、結果的には立派に思われるようなこともやっちゃうことっていうのはありますよ。でもね、そういう立派であること自体が、モチベーションになっているかどうかって言ったら、全然ね、そういうのはモチベーションにならないんですよね。僕のモチベーションになるのは、さっき言ったように、僕のことを褒めそやしてくれる声だったり、嫁や娘の、パパすごいっていう羨望の眼差しです。もうね、言ったら、私利私欲のためですよ。全部、自分のためなんです。その自分のための活動が結果的には誰かのためにもなっていたらいいな、そう思っているだけです。基本的には私利私欲のためです。なんかそんな風にはっきり言われると、ちょっとって残念に思ってしまう人もいるかもしれません。でもね、逆に言うと、私利私欲が絡んでいないと、僕はここまで頑張れなかったなっていう風に思うんですね。だってね、こうしなきゃっていう義務感だけでは、人は努力なんて続きっこありません。そうじゃなくて、自分のためだから頑張れるんです。努力するためには、どう努力するか、以前にどんな自分になりたいかがめちゃくちゃ大事です。未来の自分はどんな最高な絵が描けていて、そしてどんな笑顔で笑っているのか、その時周りにはどんな人たちがいて、どんな風景が広がっているのか、もうね、完璧に妄想でいいです。そのキラキラ輝いている自分を毎日1回は思い浮かべてみてください。そしてね、私やばいな。こんなことなっちゃったら、もうどうしたらいいんだろう。参ったな、こりゃ。ってね、思いっきりニヤニヤすること。それが何よりも成長するために欠かせない原動力だと僕は思います。その妄想を本当にするために頑張るんですよ。難しいことは後回しでもいいです。まずはなりたい自分を全力で妄想してください。そして全力でニヤニヤしてください。努力するのはその後でも構いません。14歳で僕にこんな質問を投げかけてくるマッハさんですから、きっと実現できるはずだと思います。諦めないで応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？またマッハさんは線は描けるけど色は苦手というお悩みを抱えていましたよね。具体的に色の塗り方を学びたい。そんな時はこちらの動画がおすすめです。初心者注意。間違った色の塗り方5選。こちらの動画では色塗りで初心者がついついやってしまう間違い例とその解決方法を具体的に紹介した動画です。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。